ガチガチいきますか。さあ厚みを生かしてね拠点を作って打ち込むっていうのはね将棋のテクニックで、ウルトラストロングフ。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね将棋大津で実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたが後手です。はい、私は今回後手ですね。相手2段の方ですね。はい、さあ相手の方相掛かりが得意ということだったんで、8四歩とつくと相掛かりですかね。どうでしょう、最近ねちょっと居飛車の将棋が多いような気がするんで、振り飛車にしてみましょうか。何でしょうか、今ウルトラストロングフなんか新しいことですかね。はい、で4八銀、ちょっと4八銀が変わった手ですね。どうしましょうか。振り飛車三間飛車にしてみますか。ね、8四歩とついて居飛車もねあるところなんですけどね、4八銀ちょっと変わった手ですけどね、もし場合によっては7六歩とつかないで戦うということかもしれません。実際も5六歩なんでどうでしょう。これで引き角戦法ですね。これは、飯島入八段がね得意とされている引き角戦法、飯島流引き角戦法の形ですね。角道を開けずに角を引いてね、狙いとしましてはね、この振り飛車のね角のところですね、2四歩同角という手を一応狙ってますので、振り飛車側はその手はね、警戒しながら指す必要があります。現状ですとね2四歩同角にね、2二飛車とか4四角とかかわす形があるので、そんな簡単に潰れることはないですね。ということで私の方は美濃囲いを完成させます。で、相手の方もね引き角戦法なんですけれども、角を移動させて、ね、王様を移動させて、いつでもね2四歩同歩同角っていうのは権利なのでね、それを権利にしつつ、玉の移動をね急いでますね。はい、少しね囲い合いの形になりそうです。で私の方の駒組みね、飯島に引く戦法非常に有力な作戦なんでね、そんな突破薬ね振り飛車が突破薬あるわけじゃないんですけど、一つ指し方の、考え方として一つねポイントといえばね、角道を上げてこないのでね、振り飛車は4四歩とね大体角がぶつかると角交換を避けるためにこの歩をつくんですけど、この歩がねつく必要はねないですね。相手が角道開けてきてないんでね。ですのでこの角を通してた方が一つね、角の動きがスムーズにさせるので、そのあたりは一つね、ぜひ、この指し方ね引っ掛け戦法に悩まれているという方はね一つポイントになるかなと思います。もちろんこれだけでねどうこうなるというわけじゃないね、むちゃむちゃ優勢になるとかではないんですけれども、一つね生かす指し方としてはねあると思います。で相手の方は高美濃に進化して、私もねじゃあ高美濃に進化して、結構ねゆっくりとした将棋進みましたね。これ以前にどっかでね2四歩と仕掛けてくれば激しくなったと思うんですが、そして相手の方が、3六歩ときましたね。さあこれまで3七桂と飛んできて、4五桂の両取りを狙うような筋と3七銀からね銀を繰り出す筋2つ狙ってますね。どうしますかね。難しいところです。5五歩と動くのが一番積極的で、同歩同角で飛車取りでね、動いていくっていうのはありなんですけど、ただ角が動くとね2四歩同歩同飛車って、この地点がね当然ながら角が動くとお留守になるので、一回出てってもねその後どうしようかってことにならないといいんでね、そのあたりを考えてからやらないと気持ちよくいっちゃった後にねなんか困っちゃったなってことになりかねないんでね。5五歩同角が行ってみたいですけどね、ちょっと軽すぎるかもしれないんでね、攻めとしてね、3六とつけば7四歩とつけば一番シンプルですね。7四歩とついて3七桂に、例えば4四歩とか、5一角とかね、両取りを避けて指せば穏やか。そっちでいってみますかね。ついてね、5五歩もあるんでね、5五歩とついたらどんな感じになるかっていうのはね、解説編の方でやりたいかなと思います。やれればいいかなと思ってます。常にねやはりこれ飯島流引く戦法の場合は、2四歩同同角のね仕掛けがいつでもあるんでね、それをまず絶対にね、警戒しておく必要がありますね。さあ3七桂で次ねこれ4五桂とかでしちゃうとさすがに苦しくなるので、それの対応ですね。4四歩とついて受けるか、4四銀と上がって受けるかで5一角と引くか。4四歩とつくとね2四歩同同角ときて、その時にね4四角っていうね、2四歩この状態で2四歩同同角だと2二飛車と回って2五歩に4四角って上にかわす手があるんですけど、4四歩ついちゃうとね上にかわせなくなるんでね、ちょっとその辺が不満なので引いてみましょうか。この辺も大盤でできればと。細かな変化ねたくさんあるんですけどね、どうやってもねめちゃめちゃ苦しくなるとかねあんまり良くないってことはないとは思うんですけれども、少しずつね形が悪くなったりとか戦いにくくなってする場合があるんでね、将棋はこの辺でね気をつけないと、そういったあたりですよね。さあで相手の方は7六歩と、ついてねようやく角道を開けてきました。これね8三銀ってね上がるタイミング気をつけないと、ここで上がっちゃうと2四歩同同角とやられて飛車を打った時に角
角取られて大変なことになっちゃいます。なので、一回飛車打って受けますかね。こうやっておけば、2四歩同同角は防げます。はい、で防いでおいてから、桂馬1回飛ぶとして銀冠を目指してみますかね。こうやればね、ここの地点2筋の地点はね数が足りてるんで組み上がっといてね、ここを止めとくのはとっても大事ですね。でお互いに銀冠組んで、さあここからですね、がっぷり四つ、組んでは見たもののという感じですね。さあここからどうするか、さらに銀を引きつけて固めちゃうっていう考え方もありますし、難しいですね。4四に出てもね4六歩とついてくる感じでね、という感じです。それで5五歩同歩、ちょっと無理かな。ついて銀上がって、銀上がってね一歩持ちに行く、5筋歩を持ちたいんですけどね、5五歩同銀と、ただ4六とついて5五歩に4五歩とついて、それで取り込んで銀を引くような指し方ありますかね。ちょっと動いてみますか、積極的にね。これは微妙なとこですね。これはうまくいくかどうか。6二銀とか引いてね、7一銀ってさらに引いてもガチガチ、固めてね、玉を銀と引いてね、固めて指す、普通に6二角と上がってね、そういう方が穏やかな指し方ですね。この銀ではちょっと積極的に相手のね王様を潰すとかいう手じゃないんですけど、そうですね、これで5五歩とついて、一歩持ちに行くってことですね。やっぱりこう戦いを起こすのね、一気に戦いを起こすのは難しくても、一歩こうやってね手持ちにすることでね手段が増えるんですよね。これ無事に持てればの話なんですけどね許してもらえるか、これでそうですね、これで一歩持てれば一応ね、この歩を使って例えば3五歩とついて同歩に3六歩とか、そうですね、桂馬一歩ね、例えば今はないですけどね、5八歩と垂らしてみるとかっていう感じですね。さてで歩をついて、3五歩には4七銀とか4五歩とかね突こうということで、当然の一手ですね。柔軟な一手です。さあどうしましょうかね。銀を引き立て直しますか。これもね歩を交換した時のテクニックですね。ここにね銀をこう立つとねいい形になるんでね、ここに歩がいるとね当然銀は立てないのでね、歩を交換してこう銀を繰り返る時間かかるんですけどね、テクニックです。で角をこう戻してみますかね。これでね4五桂がなくなったので角を戻してこのね小瓶を狙っていくっていうイメージですね。はい、この辺りねなんていうんですかね、駒の微調整というかね、駒の位置を微調整しながら戦いを起こすタイミングを探るという感じですね。先ほどねすぐ上がっちゃうとね4五桂があったんでね、この状態では飛ばれる形がなくなってるんで、ただ相手の方にも当然こうね角の頭薄いとこね、攻めてこられましたね。当然といえば当然です。これは歩受けるしかないですかね。飛車を寄って指したりする手もあるんですけどね、3二飛車とね、ただ4六角と引かれてちょっとねさすがにちょっと無理ですかね。こう打って、ただ4六角と引いてくると思うんでね、その先も読まないといけないですね。歩は打ちきますかね。飛車よりじゃあちょっと手にしきれないんでね、打ちますか。いや、いい勝負ですね。相手の方も非常にこう、そうですね、この形いい形なんでね、なかなか難しいですね。これ5五歩打って押していくか、5五歩3五歩打つ可能性あるかな。同歩で5五歩、5五歩合わせますか。でもね5五歩ってね、6五歩ここ行きたいんですけど、今度はね先手の角もね小瓶効いてるんで、こちら私の角も効いてるんですけど、先ほどね相手の方が角移動したことでね、私の方も小瓶狙われてるんでね、いや非常に相手の方強い方ですね。2段の方ですけどしっかりされてますね。これも5筋でとりあえずここの地点が今戦いのすごいポイントで、どちらがねこの形を押し切れるか、もちろん同歩同銀となればいいですけどね、やはり相手の方はね駒を足してきました。さあどうするかですね。取って同銀で5五歩だと同銀同銀同角、相手の方がね1枚駒が多いんで、ちょっとそれはそれで飛車回る手もありますけどね、ちょっとやりすぎ、単に回る方が自然でしょうか。これはね数を足してたんで、相手の方が飛車を足してきたんで自分の方も飛車を回ると。振り飛車の戦いのコツに、戦いがね起こってる場所にね飛車を持ってくるっていうのが一つポイントですね。今2二に飛車いたんですけど、もう相手の方のね飛車がこう5筋に、移動したので、もうここにずっといてもねもう何も備えてもしょうがないのでね、やはり戦いが起こった場所に大砲を持っていって、押し込んでいくというイメージですね。この形はですねお互いにこう銀冠といういい形なんですけど、同じ形を囲いになってるので、どちらがね、こう部分的な戦いで優位になるかってとっても大事なんですね。で今相手の方は王様を逃げてきたんですけどね、角道を避けて、これもねすごくね手筋で相手の方非常にねいい手だと思います。それで私は5筋をね抑え込んだんで、一つねこれは、
私の方としてはポイントを上げたかなって感じですね。で飛車を引いてこれはね 6一銀と割り打ちを打たれる手を嫌ってます。相手の方も飛車を引いたと。いやしっかりされてますね、相手の方ね。難しい、簡単じゃないですね。ここで4四歩とついてここで持つか、ここの歩をねいずれ行きたいんですけどね、今玉にかわされたとこなんでねちょっとやりにくいですね。香車を上がって飛車を一度なんですか下段飛車っていう指し方もなくはないですね、これね。それもありますけどね、ここ突くのが普通かな。ただ銀上がってくるでしょうか。で飛車を寄って取って同角で難しいところですね。一個持ちに行きますか、ここでね。いや非常に相手の方この9八玉はねこの場合いい手ですね。なんかこう形がね悪くなっちゃうように見えるんですけど、角のねラインってやっぱ常にね将棋対厳しいんですよ。ですので相手の方は王様をね寄って緩和したと。で私の方はね今5筋の位を取れたのは一つなんですかね、私のポイントなんですけど、それだけではねバラバラ全然大変なので、少しでもねまたポイントを稼ぐ、少しずつポイントを稼ぐということで一歩持ちに行きました。今のところではね9二香と上がって9一飛車とね、いわゆる地下鉄飛車の形ですねにして指す、この玉を咎めに行くっていうのもあるんですけどね。ただ9二香9一飛車と仮に回ってもねその後に8九玉とかねまた防がれるとね、その後結構どう攻めるか、銀冠非常にね端攻めにも強い形なので、ということで、私の方はね、それを自重して一歩持ってねさらに待機ですね。これは相手の形が、何か変わった時にね6五歩と行くとか、あるいは一歩持ってるとねまたどっかにその歩を使えたりするんでね、そんなない手待ちをしつつ動くチャンスを伺うという感じですね。結構こうやって、しっかりね対応すればね、そんな簡単になんかどこから網が破れてねどっちかが簡単に優勢になるっていうのはなかなか将棋じゃないんでね、一気に攻めていきたいのは山々なんですけど、この辺はね、しょうがないですね。辛抱というかねじっくり、指していくしかないところですね。さあただ相手の方もどうするかですね。中央がねこう抑えられて、この銀がねで、3六銀ってこっち行っちゃうとね中央が薄くて、例えばそれから6五歩とか動かれちゃう可能性があるんでちょっとやりにくいんでしょうね。で飛車もね飛車を浮いてねこれは手待ちしつつ、待った手ですね。手待ちの意味が強いでしょうね。ここいよいよ行くかですね。この歩を突いて一回私の王様を寄っとく手もありますね。一回寄っときますか、私の方もね。同じような意味ですね。角の引きが強いんでね、これ次6五歩と行きやすくしとくということですね。あとはこれはね、すごく深い意味があるというか、もちろん角の利きを避けて6五歩行くかもよと見せてね、で相手の方がどうするかを見るってことですね。別にこれ6五歩次行かなくてもいいんでね、例えば玉なし玉を戻してもいいんでね。この将棋はね私が後手番なんで、極端なしこれでずっとね手待ちしてればね千日手でもいいよみたいな感じの指し方はあるところですね。で相手の方はこれ歩を打ったということは手待ちしようということですね。なるほどね。これは一手パスなんですけど手待ち。いよいよ動きますか、私の方もね。つってね、玉寄れば下手したら千日手でしたけどね。後手番大津の対局で千日手やってもしょうがないんでちょっと動いてみましょう。これでね同桂。この時にね玉がここにいるとねやはり角のラインに入ってお互いですけどね、お互いなんですけど角のラインからねお互い玉を避けてるっていうのはね一つのポイントですね。さてどうするか。同桂なら同銀といくですね。6四歩ちょっと変わった手ですね。これは取りますね。何か技をかけようとしてる感じでしょうか、相手の方も。歩をいっぱい使ってね、ただって取るんじゃね、少し動いてきましたね。これはなんか同角なら角が出て、ここにね角を打つ傷をいっぱい作ったってことでしょうね。さあどうしましょうか。桂馬を逃げとくのが普通かな。同角だと2四角で、ちょっとね例えば角ぶつけると同角成同桂で4二角とかね狙ってるんで桂馬逃げときますかね。桂馬をかわしておいて、今ねいっぱい歩もらってね、少し歩得したんでね、これ例えばここら辺が収まってね何もなければ歩をいっぱいもらった得が起きそうです。で、相手の方は攻撃を続行してきました。さあどうしましょうかね。さあここも減りますね。どうするのがいいか。いやそろそろね圧迫攻めていきたいところですね。こう打ちますか一発ね。これで詰みの歩ですね。叩いて陣形を乱そうってことですね、これはね。単に取るとね、7七同金寄りでね硬い形になるんで歩を打って
まあ金を引きつけてからね桂馬を取るという構想ですね。それで同金でね形を乱すと。いや難しいですね、簡単じゃないですねこれは。いい勝負というか何とも言えない格好です。30秒で同金ですよね。さあここでどうするか、飛車を寄って、攻めるか、まあ中央打ちますかね。これでね非常に分厚い格好になったんですが、金を引かれてここでどうするかですよね。バラバラ大変ですね。いやーどうするのがいいかな。銀を引くのがテクニックかな。軽くしましょう。これね、金がね金銀が合わせて銀を引いて、次にねこの歩を突くようなイメージですね。ただね4四桂とかね打ってくる可能性があるんでね結構大変ですね。あとこれ6六とついて、5四桂も狙ってます。さあで歩成りですか。これはもう攻めてきますか、桂馬打ってね。これがね私の方の狙いでってですね、角を狙ってると6六とねこの歩突く手もきついんで押し込んでいくイメージですね。で銀を引いたことでね非常に、私の方は、形が引き締まったんでね厚みで押していくようなイメージですね。振り飛車っぽくはないですけど、でこれ踏む点でねこれも結構痛い手なんでね、両方打ってこうへこましてね、これはね少し模様がいいでしょうね。私の方がね簡単ではないですけど、こっちですか。これはこの歩ついて銀引く方がね難しかったかもしれないですけどね、ただこれはついて慣れるんでね少し良くなったと思います。形がねやはりこれ押し込んだね、こんな何気ないやり取りだったですけど、押し込んだことによってね随分、相手の形が歪んだんでね。さてでも相手方のね歩もいい手ですね。これで4四とついて銀取って歩成るとか攻め合いになるかもしれないですね。さあそれでどうなるか。まだ簡単じゃないですね、王様遠いんでね。これ銀で取れば歩成ると、持ち時間がちょっとお互いにね2分なんでお互いに時間切れがね怖いですけど、そうですねこれで歩を成って、これは大きなと金なんですよね。ここにねと金ができるのはで、この歩を伸ばして、これは快調ですよね。これと金の種がいっぱいあるんでね。さあ桂もジャンプがいいかな。でね飛車を通して、5七歩成5八桂成を狙っていきます。で同銀同歩と、桂取る手もあったと思うんですけどね、これで、どんどん狙っていきます。さて歩突きいい手ですね、相手の方ね。いやこれは金を立ちますか。ちょっとね時間がなくなってきたんです。ちょっとね早指しでいきます。角かわしてね、相手方飛車出てくるかな。いや難しいですよ、まだね簡単じゃないです。そうですね、さあどうしましょうか。銀ぶち込んじゃうのが一番分かりやすいかな。歩なって同歩で銀ぶち込む、単に銀ぶち込む、歩なって、同歩同歩で角なる、そっちですか。さてこれで同と同金で角なろうと思ったんですけど歩垂れちゃいますね。銀打ってった方がいいかな。ガチガチいきますか。さあ厚みを生かしてね拠点を作って打ち込むっていうのはね将棋のテクニックで、剥がしていきたいという感じですね。王様お互いに遠いですが、桂打ちですね。これちょっと辛いでしょうね、相手の方としてはね。これ歩で止めるって言ったらね一番ベストなんでね、これは金ガリッと打って、寄せは続手でっていうやつですね。寄せはなんていうんですかね、格好のいい手よりもシンプルに剥がしていく手でね決まるのが一番いいよってことです。さあどうするのがいいかな。と金に入って角を封印しますか。歩になるとね角成られて脱出されちゃうんでね、これでと金を打っていくイメージです。そうですね、これはね陣形の差がはっきり出てますね。飛車をなってきて、こっちの方もね王様もなかなかだんだん危険になってきましたが、さてどうするか。きっちりね、寄せていきたいところですね。と金を寄ってそうですね、角を、なられないようにね攻めてます。角引いてきますよね。まだ大変ですかね。きっちりまだね決めてまでいくかどうか。これで金打つのがいいかな。ただこれで金打ってくると相手の方狙ってるんでね、これで歩を打って受けとく手も辛いですね。そっちの方がいいかな。金打ってもいけそうですけどね。ただここに金打ってきそうなんでね、金打ってみますか。6二金が嫌な手です、私の方としてはね、攻めとしては。寄せは続手でですね、これもねペタッと格好のいい手じゃないんですけど、駒をね剥がしていくと。飛車回りですか。さてこれは取って銀で玉寄って金入って寄ればいいですね。どうなってるか。どうだろうか。一回飛車逃げといてもというところですね。無理せずね。これ歩取る手もありますね。この歩一回取っておきますか。飛車成りを見せて何か止められるでしょうけどね。さてそれで取って銀打って、さあ時間がないんでね、さあちょっとねまたこれでねドキドキのタイムになっちゃうんでね、時間がなくなると。で金が出てまだ金を打ってね、でもまだね粘っていきますよね相手の方ね。
さあ銀ですか、これで歩を打って角を狙いますが、この角をね取れば、ゴールが見えてきそうです。飛車取られてもね私の王様は詰まないのでね、飛車を取ったら角を取ってね、それが、8九角からのね詰めろになります。これはね局面が勝ちになりましたね。これは角打ちを詰めろなんで、そうですね、これは角を、打ってね、これは詰みですね。はい、ギリギリでしたけれどもゴールにたどり着きました。20秒。同銀成で同金と取ってね、途中ちょっとバタバタになっちゃいましたけれども、詳しい解説は解説戦の方でやりたいと思います。最後はぴったり詰みですね。頭金までですね、ギリギリでした。いや、ありがとうございました。気合勝ちですね。気合勝ちでした。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋大勢実況対局の方やってまいりました。戦型がですね、私の後手番の三間飛車、相手の方が飯島流比較戦法という、飯島英二八段がですね得意とされている振り飛車対策のですね指し方ですね。一風変わったね対抗型に進んだんですけれども、この飯島流比較戦法という作戦がねかなりアマチュアの方にもね人気がありまして、振り飛車党の方にはねこの指し方に苦労されてるとね、どう戦えばいいのかね難しいというね悩んでらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよね。その対策や、今回のね指し方のポイントなどをね含めまして、解説編の方で大盤でゆっくりね解説していきますので、そちらも合わせてご覧いただければなと思っております。